頑張れおじさんあるある勉強会。さまざまな番組などで大御所タレントたちが繰り出す懐かしいあるあるや例えに対応するためおじさん世代の流行や出来事に関するテストをメンバーに出題。前回に引き続きその結果を見ながら正解を学んでいってもらいます。おじさんあるある第2問。シドニーオリンピックで女子柔道田村亮子選手が大会前のインタビューで答えた名言とは。俺だからさ簡単だけど確かにまだ生まれてない人もいるんだね。だからね2000年だとね。田村亮子さん自体がちょっと誰かわかんないみたいな人もいるのかな。大園知ってる？ごめんなさい、わかりません。ああそっか。やわらちゃんっつってアニメのやわら知ってる？知りません。やばい、大園はもう何も知らないぞ。そうか多分ね顔見ると分かる気がするんだけどな。まずは遠藤の回答から。田村亮子さんになった感じでインタビュー受けてるみたいに言ってください。いいですか？わかりました。じゃあ日村さん、ちょっと振りの方お願いしますね。それではオリンピックに向けての意気込みをお願いします。弱くてもいい、でも勝ちたい。できなくてもいい、でも勝ちたい。なるほどね。とにかく勝ちたいってことを言ったんだと。ね。できなくてもいいって何の選手なんだろうねこれ。できないって。続いて22歳梅沢の回答。それではオリンピックに向けての意気込みをお願いします。勝ちでもない、負けでもない。なんかそれっぽい。一見かっこいいけども。勝ちでもない負けでもない、引き分けってことですか？だから何ですか？意気込みですよねこれって。続いてテスト再開大園の回答。それではオリンピックに向けての意気込みお願いします。負けでも勝ち、勝ちでも勝ち。ね、とにかく勝ちだと。まあでもそうなんですけどね、勝ちでも勝ちって当たり前ですから。続いては20歳になったばかりの夏季。それではオリンピックに向けての意気込みをお願いします。田村でも勝つ、田村以外でも勝つ。なんか知ってんだよね。なんか知ってんでしょ。こっちか。惜しいんですか？惜しいっていうかね、こういう雰囲気のもう言ってんすよ。今回のはこれじゃない。でもこれあんのよこのノリ。これだからおじさんは食いつくのよ。それなっていう、大腰が立ち上がるやつだから。違うんだよってなる。やわらちゃんの名言樋口の回答。オリンピックに向けての意気込みをお願いします。銅でも金、銀でも金。いやいや、もう取ったら金だと。もう出てること自体でみんな金もうメダルで。私はそのぐらい。いやいや違うんですよ。これもちょっとね近いんでね。近いんだよ樋口のも。はい。正解教えましょう。正解はこちら。最高でも金、最低でも金。そうなのよ。これはもう自分の追い込んでもう金しかないんだ私は。そうなのよ。田村亮子さんってのはずーっと強いんですよ。ですよ。でもオリンピックで金を取るっていうのはやっぱり難しいことだっていうね。これだからオリンピックっていうのは名言が残りますからね。皆さんもねオリンピックとかではチェックした方がおじさんは喜びます。喜びます。おじさんってのはスポーツが基本好きです。大好きだからおじさんは。ね、でこの問題、正解したのは1人だけ。一人しかないの。岩本。おお岩本すごいね。岩本は結構成績いいんですよ。岩本は割と若いのにいろいろ知ってんだね。私テレビっ子で本当によく見てたし、親がやっぱその世代なのでよくそういう話を聞かされてて。でもみんな親はその世代なんじゃないのかね。でも当たり前のように話すと通じないこと多いんですよ。あれじゃあおじさんとかにはいいかもしれないですね。本当ですか？いいことですよ。おじさんあるある第3問。トンネルズの大人気バラエティ番組「メルトン紅クジラ団」で石橋貴明が行う恒例のコーナーはチェック。今もうありとあらゆる恋愛バラエティあるじゃないですか。そう。ああいうものの走りこれからですか？こっからよ。ネルトン集団合コンみたいな番組なんですよ。男女がカップルになるための番組で、タカさんが毎回やる恒例の掛け声というかね。そう。これもちょっとじゃあ言ってもらうんで日村さんレクチャー。やっていいの？嬉しい。あそこ言わないでください。なんかノリで言っちゃいそうだよね。あそこは言いたいんだもんだってこれ。じゃあ日村さんこれちょっとタカさんっぽくいけます？オッケー、おめえらの気持ちはよーく分かった。おめえらの待ってるお嬢さん方はあちらにいる。引けー。
見る前にこれのじゃ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 シャーチェックってねこれこれですまずは大園がタカさんの名言に挑戦。小園はやっぱもう全部ゼロ問ですからね正解それは出ますよね、じゃあお願いします。人間味チェック。まあそうなんだけいやどさそうなんだけどそうなんだけどこれ結局人間味チェックをやるんだけどこの後そのままじゃないんだよ。まあそうなんだけどね。続いて早川の回答恒例の晩ご飯チェック。タカさんそんなことしない。チェックタカさんは実食ってやるだけだか食べるだけだかららね。あれも猪木さんの真似ですからねこれ。そうですよ。晩ご飯チェックはだから米助さんっていう米助さんのね隣の晩ご飯ですよね。やられるんだけど。続いて与田の回答恒例のギャラチェック。なんで急にギャラチェックするんだ。でもタカさんしそうだけどね。この素人さん同士のお見合い番組なんですよこれ。ギャラチェックするんだ。タカさんがおっかねえは言わなきゃいけねえし。さあ、これ正解。アスカちゃん一人だけ。マジで？よく知ってんね逆に。結構さっきからもうさっき言っちゃってるからねこれさっきから何回も。ちょっとじゃあ正解いいですか言っていただいて。いいんですか？言っていいよ。そうだよね。だよね。もうやりたいよ俺だって。これ言っちゃダメだもんねこの人以外。言ってください。はい。タカさんチェック。はい正解。そうなのよ。もうタカさんチェックでいいのよ。そうなんですよ。これタカさんチェックなんですよ。そのままなんだけどこれ。タカさんがチェックするからタカさんチェック。そうだよでもノリさんの回で別にノリさんチェックはない。ないのよ。大どんでん返しとか。大知らない知らない。これはなんかうまくいってるようなカップルでここは確実にカップルになるなと思ったらちょっと待ったとか言って告白タイムの時に違う人が来たらそっち持ってかれたりとかね。要は大どんでん返しが起こるとタカさんが大どんでん返し。まあね知らないよね。やってタカさんチェック。おじさんあるある第4問。伝説のプロレスラー長州力の超有名な名言を出題。これはもう俺らも番組で言ってる気がするんですけど長州力さんの名言。これはもさあこれちょっと日村さん言い方またレクチャーしてほしいんう。です。そうだね。ないですよ。俺をほにゃらららららさせたら大したもんですよ。これです。でこんなのこう座りながらこうなんかバンテージこう緩めながらないですよ。ちょっと舌を自分の口の中で出しながら言うと長州さんよく見てください。本当にベロちょっと出てるからずーっと出てるから長州さんそうですよ。それではモノマネを入れてまずはカキ。自信ないですよ。俺を勝利させたら大したもんですよ。いいね。いいですね。自信ないですよ。こんなこと言わない長州。なんか自信ない回だったのかな。なるほどね。続いては大園がイメージする長州力。いやーないですよ。俺を満足させたら大したもんですよ。いやないですよって何？いやないですよ。いやって何に対して会話の途中が名言みたいになってる。なんであそこ隠すんだよ。ないですよ。今あとベロ出すの途中で一回ペロンって出してます。違いますね。違うんだよ。続いて与田が長州に挑戦。半端ないですよ。俺早口言葉させたら大したもんですよ。違いますね。モノマネは結構いいですよ。俺まではいいけど。はい。これなんですか最近の YouTube のなんか早口言葉会かなんかあるんですか。なんかあんのこれは。長州力さんってそれ今長州力の言い方だから長州力さんですから長州力。長州力もそこから来てるんでしょうけどね。長州力マジかそずっこからか。と長州力さんだと思ったの。はい滑舌が悪い方そうなんですよよ。それは分かりました。長州さん。長州力さんは早口言葉させたら半端ないだろうなと思って。まあね滑舌悪いからねまあ長州さんね。正解いきましょう。はい。樋口。はい、合ってるかな。いきますね。はい。切れてないですよ。
俺切れさせたら大したもんですよ。うまいね。そうそうはいで結構番組なんかもなんか切れてんのとかやり取りやったそうやることあると思うんですけど、だよねもしかしたら知らないこの番組でもやってるでしょ。切れてないですよ。俺警察だったら大したもんですよこの流れ。ねこれはもうみんなのものだからね、これ。みんなのもんですけどこれでも小説あるんですけど言ってないっていうこれ言ってないんで実は実際はこれは安城洋二っていう選手と戦った後なんだよね。それでインタビュー開けて「上司さん切れました」っつったら「いや切れちゃいないよ。切れちゃい切れちゃいないよ」本当はそうおじさんあるある第5問。1990年代に歯磨き粉の CM で大流行した有名なフレーズを出題。まずは17歳筒井の回答。お願いします芸能人は忙しい。何の CM これ。ねなんだろう、栄養ドリンクとかそういう系なの、なんだろう。忙しいまあね続いて21歳早川の回答。芸能人は1日4回ぐらい歯を磨きます。そうねはい、まあ、確かに収録の前とかねご飯食べた後とかね磨きますよね日村さんなんかもう収録前に2回ぐらいまず磨きますからね磨いてる。何回も磨いてるね何回もそうで本番寸前におせんべい食べんだから意味ないでしょパリパリ日村さんの歯磨きってそういうことじゃないから日村さんこれはもう全部自分のじゃないから全員だよ詰まるとかを取ってるわけじゃない虫歯とか予防じゃないただキシキシするから磨いてるだからこういうところ磨いてるのと変わんないもんねだって自分のじゃないんだからここなんかそう本番前に磨いてるのと一緒だね。そうそう一緒じゃないけど。続いて19歳遠藤の回答は。芸能人は大事。何がっていうね何が書き忘れました。何を書き忘れなんかあんの。そう歯が大事なのかなって思ったんです。おお。芸能人は歯が大事って書こうと思った歯が抜けたんですねはい。でも違うんですよじゃあセイミヤの答えお願いします芸能人は歯が命。ああ、知ってるね。セイミヤ正解してますセイミヤ知ってたこれはなんかお母さんが小さい頃歯磨いてくれる時に、全然芸能人とかでもなかったんですけど、芸能人は歯が命とか言われたんですよ。それでそうね。あらいい思い出ですねそうで本当に芸能人になっちゃってんのおお。あるね。今でもね今でも芸能人は歯が命その歯がもう日村さん全部なくなっちゃったそう。ねでも大丈夫。インでもパクト大丈夫でも大丈夫。続きがありました芸能人は歯が命一本もなくなっちゃったけどでも大丈夫それが俺のやつだから。俺の続いて第6問。有名 CM のキャッチコピーチャンリンシャンとは。まずは遠藤の回答を確認。ちゃんと凛とシャンとしようちゃんとしようね。ああ。ちゃんとまあ凛とね凛とシャンとシャンとしようチャンリンシャンは大園の答え何もう全問題出てくるね。そうですね大園はなかなかのね採用率ですね大園の答えこちら自転車チャンリンシャンが自転車だといはい。まあねチャンリン車。そんな今日何できたのチャンリンシャン三輪車みたいなんだよね。だからどっちかっていうと三輪車で来たのって一緒になるから。セイミヤセイミヤの回答こちら三輪車だから三輪車なのよ。三輪車違う三輪車になっちゃうのよ。自転車に近いですけどね三輪車になっちゃうのか。だったら三輪車って言えばいいじゃないですかなんでチャンリンシャン三輪車。続いて夏季のチャンリンシャンとは。リンちゃんのシャンプーああ。りんちゃん。カキってなんかすげえかすってんだよねかするわかすりのカキだなー。りんちゃんか。リンちゃんのシャンプーなんか業界用語的なこういうやつかと思って。ああ、なるほどなるほど。裏返したってこと裏返したんだ。して違うんですよねでも惜しいで方これ向はい惜しいです。いですよね今までのめちゃめちゃ惜しい。ヨダヨダの回答あの子まっすぐはいあの子さっきから間違ってんのにはいなんかすごい優秀な子みたいな返事したけどはい何言うんだろう。ヨダはい。はいヨダの回答こちらリンシャンちゃんなんか麻雀のなんか手みたいな
リンシャンちゃん。何かっこ女の子女の子の名前リンシャン。リンシャンちゃん。リンシャンちゃん。リンシャンちゃんか。チャンリンシャンのことが。リンシャンちゃんのこと。なぜリンシャンちゃんそれも業界用語あ、的な。そうです。チャンを最初に持ってきて、みんなそういう感じだ。そうじゃないのよ。違うんすよ。続いては田村のチャンリンシャン。お金を落とした時の擬音。田村。これどういう擬音？お金を落とした時の。チャンリンシャン。本当だ。これちょっと動き合わせてもらって。ちょっとさ小銭落とすから。落とす真似するから。あ、チャンリンシャン。チャンリンシャンだね。あって言うんだね。あは気持ちに入っちゃってる。あが入っちゃってる。あ、チャンリンシャンって。擬音ね。これ正解教えますね。ちゃんとリンスしてくれるシャンプー。だからリンスインシャンプー、今もうコンディショナーとかっていう言い方するかもしれないですけど、シャンプーとリンスだったわけですよ。ちゃんとリンスもしてくれるシャンプーってことで CM で薬師丸ひろ子さんがチャンリンシャンって言って、あと言い方としてはチャンリンシャンの時ってちょっとこれ正解出します今なら。僕が正解その CM のね口元が可愛らしいんですよ。こちょっと前歯を若干出すんですね。うチャンリンシャン。これよく覚えてる。これ本当です。これ俺はすげえ真似してたな。そうですよ。いまだになんかモノマネやれって言われた時これやるもんね。これですよ。今本当に芸能界でこれやってるの設楽さんしかいないから。だからこれで笑う大御所ってのは今設楽さんのことです。これはなんかしんだけど、これをやると必ずカメラさんがチャンリンチャンってこれなんだこれ伝統これ何？いきますよ。必ずやってくれてる。チャンリンシャン。これさ何なの？伝統ですよねこれ多分技術さんの。まあこれ今俺思ったけどこれを教えてなんだって話に使うかなこれ。でも薬師丸ひろ子さんにお会いする可能性ありますからね。紅白なんかでもね、歌も演技も薬師丸ひろ子さんは。会った時にこれ絶対やんない方がいいと思います。なんて言ってね。ガスッと言われたこれ何の歌？おじさんあるある第7問。80年代の人気ドラマ「スチュワーデス物語」で流行語にもなった主人公のセリフを出題。絶対知らないよね。確かにね。これでも正解者います1人。すげえな。アスカちゃんです。すごいね。これはでもドラマ自体はさすがにこれは知らないけど、モノマネされてるのをなんか。でもよくそれが記憶に残ってるね。まずは与田に名台詞を言ってもらいます。これ言い方は自分の言い方でいいですね。与田。はい。出ました。逆優等生。一生懸命やっても休みも全然しないのにバカっていう。そういう子みたい。可愛い。超可愛いよ。すごい可愛いよ。そうね。じゃあお願いします。私はバカで間抜けなスチュワーデスです。おお、なるほど。まあ一個も合ってないんだけど。一個も合ってないんですけど方向はいい。そんな気がしたんですよ。まあスチュワーデス物語ですからね、これちなみに堀ちえみさんがその役をやってるんですけど、まだなってないんですよね。そうなの。まだスチュワーデス手前なの。さんには。そこがヒントだね。でもこれ今もし復刻なんつったら与田とかできそうですよ。わかる。与田っぽい。もん。そのスチュワーデス物語のね。めちゃめちゃ喜んでいいよ。嬉しいです。めちゃめちゃ喜んでるよ。めちゃめちゃ喜んでいい。やった。いややってほしいぐらいで与田で。やります。やります。いや本当与田っぽいわ。ね。続いて訓練生桃子の名台詞。私は鈍感で無知なだけです。鈍感で無知なだけです。まあね、でも方向的には間違ってる感じではないんだけど、言葉は一個も合ってないんですよね。合ってないのよ。訓練生はるかに堀ちえみ降臨。私はクズで最低な人間です。そんなに言わなくてもっていう。そんな人じゃないのよ。そんな人じゃないのよ。これ正解。アスカちゃん言ってもらえますか。いいなこれ言えて。じゃあお願いします。はい。私はドジでのろまな亀です。はい。ああそういうこと。正解はドジでのろまな亀。そうなんですよ。シアデスさんになるための訓練期間なんですよ。そうです。その中でね、はい堀ちえみさん、松本千秋っていう役名ですけどね、はい松本千秋はできないんですよ他の人に比べて。だから
自分がドジでのろまな亀だと、みんなより歩み遅いけどちょっとずつ頑張っていきますっていうね。で、何ですかヨダ。私のこと言ってますか？役としてよ。当時の堀ちえみさんのなんか雰囲気ちょっとなんかあるのよ、ヨダって。そう全然やれっつったことができなかったり、実技訓練とかでも間抜けでなんかダメな本当に。でこういうセリフを言うわけ。言ってみヨダ。言い方ってもう必死で頑張る、でも頑張ってます。私はドジでのろまな亀です。そうほらこんなに笑っちゃうから。めちゃめちゃいいじゃん、合格だよ本当に。ね、あの頃みんな見てたよね。見てた。共感の歌とかあんだよね。そうそうそう。広島訓練場で一番共感ね。生かすと言われた教官、強くて渋くてかっこいい、誰が射止めるそのハート、千秋。千秋がもうこれやってよみんなで今度。千秋っつって。でもさすがですね日村さん、あの歌一語一句覚えてるってすごい。あの歌が好きだったの。いやわかる。あの歌好きだった。そう。ヨダがまたのろまな亀におじさんあるある第8問。人気バラエティ夜も引っ張れの合言葉を出題。懐かしい。これ番組内で言ってたやつですよね、うんこれもう言ってもらいたいと思いますけど、日村さん言い方としてはこれ結構テンポだから「だいだいだい」どうやんのこれ。だいね、こういう言い待っ方て飛ぶから。はい。さあじゃあこれいきましょう。ヨダ。全部かよだ。ドジでのろまなの。ヨダの答えお願いします。寝たい、食べたい、痩せたい。なんでそれが夜も引っ張るなんで。夜も引っ張れ。寝たい、食べたい、痩せたい。まあね、これ願望だよね。食べたい痩せたい。三大欲求だな。まあねそうだな。続いて梅沢の夜も引っ張れ。お願いします。起きたい、絶対起きていたい。なんで絶対って。大晦日か。なんで絶対大晦日かこれ。ね、子供がね、違いますね。じゃあ続いて大園。グランドスラムやってんな。すげえな大園。お願いします。はい。暴れたい、楽しみたい、軍隊。やばいよ。なんだこれ。暴れたい、楽しみたい、軍隊ってどういうことよこれ。軍隊の番組ってこと？そういう軍隊だよっていう。暴れたい、楽しみたい、やばい軍隊だな。これ、正解2人だけ。2人か。アスカちゃん、そして遠藤も。遠藤知ってた。遠藤知ってたの？じゃあ遠藤言ってみてくださいこれ。見たい、聞きたい、歌いたい。はい正解。さあ。見たい、聞きたい、歌いたい。これ知ってましたか？お仕事でなんか調べる機会があって「夜も引っ張れ」をそれで覚えてました。そうなんだ。まあまあ大体ね、年齢が上の人とかわけわかんないこと言いますんでね。そんなことはないよ。今後もね勉強していただきたい。じゃあ依田に締めてもらおうか。スチュアーデス物語の名言です。お願いします。私はドジでのろまな亀です。来週も見てね。ありがとうございます。ここでグループを卒業する2人から最後のメッセージ。約8年間応援してきてくださった皆様本当にありがとうございました。そして日村さん、設楽さん、そして乃木中スタッフの皆様本当にお世話になりました。たくさんのことを学べて本当に幸せな時間でした。どこかでお会いできたらいいなと思います。頑張ります。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうね。13歳で入った私も21歳になってまだね。そうなんです。すごい未熟者で何も分かんなかった私なんですけど、乃木中のスタッフさんや設楽さんや日村さんにすごいたくさんバラエティのことを教えてもらってなんとか成長できたと思ってます。なのでこれを今後活かせたらなと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。卒業おめでとう。9月22日発売の28枚目シングル、タイトルが「君に叱られた」に決定。
次回大園卒業前に3期生12人で最後の思い出作り